こんにちは。フィッシングログの春です。今回は磯でのヒラスズキ釣りにおけるルアーの漂わせ方について解説します。なかなか口を使ってくれないヒラスズキを誘発できる非常に強力なメソッドであり、ソルトウォーターフィッシングゲーム全般にも応用できる方法です。よかったら参考にしてみてください。漂わせるとはルアーを流す操作全般を漂わせると表現する場合もありますが、ここではゆらゆらやふらふらといった動きを中心に話を進めます。漂わせることができるようになるとドリフトも自然とできるようになります。やること自体は同じです。ルアーが流れにどう乗るかによってその動きが変わり、それに応じて名称が変わるだけです。例えば横に流れる流れに乗せればルアーはドリフトし、左右にゆらゆらと流れる流れに乗せれば漂います。ルアーを流れに乗せる際に最も重要なのはルアーの動きです。今回はルアーの動きをイメージしやすくするためにミディアム、スロー、デッドスローという言葉を使います。ここで注意していただきたいのは、これらの言葉が示しているのはリールの巻き速度ではなく、あくまでルアーの動きです。少しややこしいかもしれませんが、この点をご理解ください。どのジャンルのルアーでも流すことは可能ですが、ミノータイプのルアーがやりやすいと思います。浮力が強いルアーの場合、フックサイズを上げる、または太軸フックに変えて重くし、サスペンド状態に調整すると操作しやすくなります。それではこれから順を追って解説していきます。ここは陸地でスローの動きを再現してみます。使用するルアーはトゥープラトン 180F で PE ライン8号を使用して視認性を高めています。なおフックは外してあります。アホなことやってますんで、皆さんは真似しないでください。軽くキャストしてこのようにゆっくりとリールを巻くことはできます。ただしここではスローの動きまでしか再現できません。その下のデッドスローの動きは陸地ではできません。理由は地面の抵抗が強すぎて、リールの巻きを止めるとルアーも完全に止まってしまうからです。巻きスピードがかなりゆっくりであることがわかると思います。しかしデッドスローの動きはここでは再現できません。今回の陸地での解説はこれだけです。何を言っているのか意味がわからないと思うかもしれませんが、深く考えないで OK です。この先の解説で意味がわかるようになると思います。なおトゥープラトン 180F はリップが折れてしまい殉職しました。海を見ることはなかったです。ではこれから海に行ってスローよりさらに遅い動きであるデッドスローを実践してみます。ここは湾奥で平水面ではありますが、多少風があります。今回使用するルアーはチョビ SF125 で、水中映像は加えてサスケ120レッパも使います。まずはおさらいとしてスローなルアーの動きを再現してみます。リーリングスピードはこんな感じでしょうか。地面での操作と比べて水中では多少巻きスピードが速いと思います。水中のチョビーの動きは軽くロールする程度の抵抗で巻くイメージです。これがスローなルアーの動きです。では次にデッドスローなルアーの動きをやってみます。軽くキャストしてからラインスラッグ、糸吹けを取ります。しばらくすると再びラインスラッグが出てくるので、それをまた巻き取ります。この動作を繰り返します。もう少し滑らかにやってみましょう。ラインスラッグを取りながら巻きスピードを同調させます。一見するとゆっくりリールを巻いているように見えますが、実際にはラインの重さでルアーが近づいてきており、その糸吹けを回収しているだけです。これがデッドスローなルアーの動きです。水は流動体なので地面と違い、ラインの重さでルアーが自然に近づいてきます。つまり出た糸吹けを回収するだけの動作です。水中のルアーの動きはどうでしょうか。正直に言うとただの棒。
です。は？何ですかそれ。ただの棒みたいな動きで本当に魚釣れるの？と思われた方も多いかもしれません。しかし実際には魚は反応しますし釣れます。このデッドスローなルアーの動きを流れのあるポイントで再現すると、ルアーは最も流れに乗る状態を作ることができます。一方でリールを早巻きすると、ルアーはファーストやミディアムな動きをします。チョビーの場合はボブンロールですね。ただしこのような動きでは流れに逆らい、ルアーは流れに乗りません。つまり漂わせることができないのです。ルアーは動きがなければ釣れないと感じている方にとってこの事実は衝撃かもしれませんが、勇気を持って受け入れてみてください。ではラインスラッグを巻き取らずに放置するとどうなるでしょうか。糸ふけがかなり出ますが、魚はそれでも反応します。ただし問題もあります。ラインスラッグを放置した状態では魚がバイトしても手元に感触が伝わりません。強風域のショートバイトの原因の一つもこのラインスラッグによるものです。つまり当たりがわからなくなってしまいます。さらに磯場で放置しすぎると根がかりのリスクも高まります。これらの理由からラインスラッグを適度に巻き取ることの重要性が理解できると思います。この章では以下のポイントを覚えておいてください。最も流れにルアーを乗せたい場合にはデッドスローの動きで、流れに半分だけ乗せつつ操作したい場合はスローの動きです。ルアーの種類によって巻き抵抗や動きが異なるため、平水面で操作感を覚えておくと良いでしょう。では次は実際にルアーを流すことのできる磯場へ移動と行きたいところですが、その前に河川に移動してもう一段階踏み込んでみましょう。浮きを見てもらうと分かると思いますが、流れはかなり速いです。ここで注目していただきたいのは、流れにルアーを乗せる際のリールの巻きスピードです。アップクロスにキャストし、まずはデッドスローのルアーの動きを再現します。この場合リールを巻くスピードは思った以上に速くなると思います。次にスローの動きをここで再現してみます。この場合の巻きスピードはこんな感じです。かなり高速リトリーブになっているのがわかると思います。平水面、そして流れの速い河川での巻きスピードを比較してみると、このような違いが見えてきます。以上のように流速によってデッドスローのルアーの動きやスローの動きを再現しようとすると、リールを巻くスピードが異なることを理解いただけたと思います。ようやく磯場に来ました。まずは基本的なことから説明します。この波の崩れた部分、白くなっているところがサラシです。ヒラスズキはサラシ以外の部分でもバイトすることがありますが、今回はサラシを前提に話を進めます。磯のヒラスズキ釣りでは波が砕けた後にルアーを通すことが基本とされています。波が砕けている部分では流れが渦を巻いていて、いわゆる洗濯機状態になっています。ここにルアーを通すとルアーが不安定になり、運が悪いとシャローエリアでは根がかりを起こすこともあります。そのためさらし打ちでは波が崩れた後、少し落ち着いた状態でルアーを通すのが基本です。磯場で発生する流れは潮汐や波によってできるものですが、今回は潮汐の影響を省いてお話しします。波が押し寄せることによって沖に帰る流れ、いわゆる離岸流、カレントが発生します。そして波が砕けることでさらしによる流れができます。これは河川で見られる二枚潮のようなイメージです。離岸流の上にさらしの流れが重なるような感じです。波が大きくなると離岸流も速くなります。また波数が増えても離岸流は速くなります。ルアーを流れに乗せる方法には、離岸流に乗せる場合とさらしに乗せる場合の2通り、さらにその融合パターンもありますが、今回は視覚的に分かりやすいさらしの流れにルアーを乗せる方法について解説します。ここはこのようにさらしが広がるポイントです。
少し分かりにくいのですが、さらしの下には右に流れる離岸流が発生しています。ただこの日の波は小さいため、離岸流の流れは遅く、ほとんど影響がありません。そのため今回はさらしの流れにルアーを乗せるタイミングについて説明します。半分イメージとなりますのでご理解ください。この位置がアングラーの立ち位置で、この辺にルアーを落とします。距離は約50メートルです。このエリアに広がるさらしを狙っていきます。ルアーをキャストし、デッドスローの動きを再現すると、このようにルアーはドリフトをします。次に同じタイミングでスローの動きを再現してみます。この場合もドリフトしますが、ルアーが各軌道の角度は浅くなります。さらにスローの動きからデッドスローの動きに調整することで、ルアーの軌道をずらすことも可能です。ルアーの軌道はヒラスズキがどこについているかを仮定して決めることがポイントになります。この過程をもとに軌道を調整することで、ヒラスズキにアプローチしやすい位置でルアーを流すことができます。そしてさらしがある程度広がり落ち着いた状態でデッドスローの動きを再現すると、ルアーはゆらゆらと漂うような動きになります。要するにさらしの中ではルアーをキャストするタイミングによってルアーの動きが変化するということです。冒頭でお見せしたこの映像は先ほどのポイントで実際にデッドスローを再現したものです。この時ルアーは常に棒のように直線的な動きをしているわけではありません。流れが加わることでふらふらと漂いながら時折ウォームンロールしている様子がわかると思います。この映像を見てルアーの動きが良い動きに見えませんか？僕だけ？平水面でデッドスローの動きをさせると、ただの棒のように見えていたルアーでも流れの中に入ると良い動きをしていることがわかります。これはいわゆるさらしが良い仕事をしてくれるという状態です。また冒頭の映像に登場したチョビーのラインの緩みや動きも非常に興味深い動きをしているので、ぜひ確認してみてください。ラインの緩みがどのようにルアーの動きに影響を与えているのかを見ると、流れの中での操作のヒントが得られるかもしれません。最後に流れに乗せるメソッドのデメリットについて触れておきます。この方法は確かに効果的ですが、実際は根がかりやイメージのズレが起きやすく難しい部分もあります。またヒラスズキは活性が高い個体も多く、わざわざ流れに乗せなくても釣れる場合がよくあります。よそ見をしていても釣れます。冬の磯では風や荒れた海で難易度が上がるため経験が必要です。それでもさらしを打ちながらデッドスローの動きやスローの動きを意識していれば感覚がつかめてくるはずです。ぜひチャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。